韓国だけにとどまらず、グローバルに活躍している BTS。彼らは、華やかなステージと優れた楽曲やパフォーマンスで、世界各国のアーミーを虜にしています。そんな超人気アイドルも、普段は私たちと同じ人間です。過激な行動を起こすファンに対して、メンバーも苦言を示しています。そこで、今回は、彼らを苦しめ、行き過ぎた行動を起こす、ファンと言えない非常識な行動をまとめながら、ファンとしての接し方について真剣に考えていきたいと思います。左遷とは？皆さんは、左遷という言葉をご存知でしょうか？左遷とは、私生活、左遷ファルを追い回すファンの略で、アイドルたちのプライベートをつけ回す、いわゆるストーカーのような存在です。メンバーへの愛が大きすぎるがゆえに、このような問題が起きてしまいます。左遷の存在は、昔から韓国芸能界では問題になっており、今現在もこのような行為に悩まされているアイドルも少なくないでしょう。また、このプライベートをつけ回す行動には、左遷の他に、蓄読という言葉もあります。24時間アイドルの私生活を追い回し、アイドルの実家の前で待ち伏せをしたり、家族にまで被害を加えるファンもいるという左遷。中には、家の中にまで侵入して私物を盗難、ネットで売りさばくなど、犯罪を犯す不法なファンもいるといいます。そんな過激すぎるファンに24時間追われているなんて相当なストレスですよね。アイドルでいる限り、このような場面に対応することもかなり困難なことです。蓄読とは、写真専門のファンのことを言います。左遷と同じ、韓国アイドルを追うという行為ですが、蓄読は、見解が少し違うのです。蓄読は、アイドルたちの人気を後押しする存在でもあるため、アイドル側の所属事務所が公認している場合も多く、アイドル自身も認めている存在だそう。その大きな愛でアイドルたちが輝く瞬間を捉えるため動くのが蓄読。左遷のように、私利私欲でアイドルの私生活に踏み込んだり、家族に危害を加えたりしません。もちろん、公認でない蓄読もいて、その中には、撮影中アイドルに怪我を負わすなど迷惑行為を行う人もいるようです。同じアイドルを追う立場は一緒ですが、誰のために動くかやその目的で、こんなにも意味が変わるのです。アイドルを好きということは変わらないのに、愛情表現でこんなにも違いがあります。行き過ぎた行動がやばい。BTS メンバーも華々しいステージの裏では、行き過ぎた行動をする左遷に悩まされています。そんな過激な悪質ファンのエピソードを紹介していきます。空港。左遷の迷惑行為の中でも圧倒的に多いのが空港の出待ちです。基本的に空港で出待ちすることは禁止されています。しかし、現状はまだまだ空港に集まり、出待ちをされているのが実情です。地方各地、世界各国に飛び立つ BTS メンバーは飛行機を使う場面が数多くあります。それを狙って左遷は空港で彼らが現れる姿をまだかまだかと待ち続けるのです。距離が保てず BTS メンバーに勢いよくタックルしようとしている左遷もいますが、 SP の人たちがガードできずにものすごい勢いでメンバーにぶつかっていることを考えると本当に危険極まりないですね。大好きなアイドルに近づきたいという気持ちが抑えきれず、本人たちに恐怖を覚えさせてしまう歪んだ愛情行為と捉えられます。逃げても逃げても後を追う悪質ファン。そんな恐怖の場面が多く存在するのが現実です。テテを追いかけ続ける左遷から必死に逃げていく様子がネットに上がりました。早足で後ろを振り向き必死に逃げる姿から表情を見なくてもテテが恐怖を感じていることが伺えます。大好きなメンバーに恐怖を与えて追いかけることが果たして正しいファン行為と言えるのでしょうか。ホテル。次は日本で起こったエピソードです。2019年2月18日にツアーで日本を訪れていた BTS はとあるホテルに滞在し、
J-HOPE の誕生日にブライブを配信していました。そのメンバーの背後になんとサセンらしき人物が映り込むのです。遅くの誕生日なのにかわいそうなんだけど、こういう時こそサセンさ、空気思うよ。正直言ってホラー映像だよ。いや V ライブ撮ってたけど正解だったわ。この日 BTS と同じホテルに泊まっていたサセンがホテルにいることを実況するように自身のインスタグラムへ動画を投稿していました。 J-HOPE のブライブに映った女ですという投稿や BTS のブライブが始まった瞬間部屋へ突入したと投稿した友人の SNS で話題となりました。ブライブの終盤にはスタッフらしき女性も映っているのですが、ドアの陰からピースサインのような行動をとっていることから彼女はスタッフではない別のサセンではないかと言われています。この件について大ごとになっていることを知った事務所は確認の結果、映っていたのはスタッフであるという声明を発表しています。事務所のセキュリティの甘さやアーティスト保護の観点に指摘が入ることを恐れ、虚偽した可能性があると言われています。真実はわかりませんが、BTS と同じホテルの動画をアップしていたファンがいることから、サセンの可能性が高いのかもしれません。トイレ。続いてはトイレでの盗撮エピソードです。サセンはアイドルの居場所が特定しやすい場所以外の行動範囲も握っていることが多いです。映像や画像のほんの少しの情報から巧妙な手口を使って居場所を特定します。中でもひどいのが BTS メンバーのトイレまで追いかけ盗撮したこともあるのです。トイレまで潜入してきたサセンに対し、ジョングクは写真を撮らないでと言ったそうですが、SNS にアップした本人はジョングクに会えた嬉しさの方が上回ってしまったのか、たちまちこの画像は全世界へ拡散されました。しかし常識を逸しているこの行為へ批判の声が多く上がります。電話。このような後を追いかける行為だけでなく、迷惑電話などでも被害に遭うアイドルも少なくありません。実際にジョングクもブライブ放送中にサセンから電話がかかってくるなどの悪質行為を受けています。ワインを飲みながら楽しくアーミーと対話をし、くつろぐジョングクに突然知らない番号から電話がかかってきます。酔ってたジョングク。サセンからの電話がよく来るから知らない番号は出ませんって。なんかさ、シラフじゃこんな話言わないし聞かないから、ジョングクもだけど、デヒョンもほんと怖い経験をサセンにされてるからかわいそうだよね。知り合いから番号を聞いてかけてるってさ、怖すぎるよね。人間不信になるよ。携帯の画面を見たジョングクは知らない番号からの電話です。しばらくスマホを放棄します。知らない番号なので出ないでおきます。今の時間に宅配が来るはずもないしと言い、普段もサセンからたくさんの電話がかかってくることを告白しました。しかし、こう言ったのは拒否するしかないとはっきり発言します。気持ちを切り替えて、再びアーミーと対話を続けたジョングクでしたが、明らかにテンションが下がっており、この様子を見ていたアーミーは、電話をかけたサセンに対し激怒。明らかにジョングクは混乱しているし、怖がっている顔をしている。それなのになぜこんなことをするの？これはとても悲しいし、怖いことだ。なぜ彼らを放っておいてあげないの？こんなことがあったら混乱すると思うし、プライバシーをあげてよ。ただこうしてジョングクが勇気を出して声に出したのはいいことだ。本当だったら通報しているところだよ。などとサセンに対し、ジョングクのプライベートを邪魔することは許せないと、たくさんのコメントが投稿されました。サセンに対してメンバーの反応は？たくさんのサセンに問題を抱えながら生活している BTS ですが、一部の過激ファンに対し、どのような反応を見せているのでしょうか？以前テテがブライブで、僕が代表して話さなければいけません。
実際、僕たちも飛行機に乗りたいけれど、長距離の飛行でも短距離の飛行でも、僕たちが乗ることを知っていて、前の席や隣の席に座る方々がいらっしゃいます。私的な空間で安心してゆっくり休めず、とても不便でした。と発言しています。さらに、正直言わせてもらうと、そんなことはしないでいただきたいです。怖いです。本当に怖いです。と、一言一言丁寧な言葉を選びながらも、その胸の内を語りました。代表して話したということは、他のメンバーも同じように悩み苦しんでいるということ。大好きなファンがたくさんいる中、一部の悪質なファンがいるため、心苦しく思いながら表明をしたのでしょう。テテちゃん、怖かったよね。メンバーにも怖い思いさせて、左遷は何考えてるのか。テテちゃん大丈夫？私が今すぐそっち飛んでハグしてあげる。このような過激なファンの行動によって BTS のメンバーたちは精神的にも身体的にも大きなストレスを受けていると事務所側が訴えたこともあります。航空会社へ勤めている知人などのつてを使って BTS が搭乗する飛行機を特定して近づく左遷に休まることができないため BTS はプライベートジェットで移動するようになります。このように悪質行為でメンバーにストレスや恐怖を与える左遷。少し前まで左遷をしていたという女性はインタビューに応じ、現在病院に通い治療をしていることを語りました。一度アイドルとの距離感を超えてしまうと、その優越感や快感が癖になり、そこから抜け出すのはなかなか難しいようです。まとめ、世界で活躍する BTS は悪質な左遷の数も多いので問題も多いですが、左遷が減り、メンバーがプライベートで心休まる時間が増えることを祈って、節度を保った BTS と ARMY という関係を築けていければいいですね。